こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は Xbox シリーズ S やシリーズ X を使う上で知っておくと便利な小ネタをまとめてみたので紹介していきます。ホーム画面を好きな壁紙に変える方法。Xbox ではホーム画面の壁紙を自分の好きな画像に変更することができます。USB メモリーや SD カードを挿した USB カードリーダーなども Xbox は認識できるので SD カードなどにお好みの画像を事前に入れておき Xbox に挿すことで壁紙に設定することが可能になります。壁紙を変更するにはホーム画面でビューボタンを押しホームのカスタマイズ画面を開き自分の背景を選択します。個人用設定、背景の画面になったらカスタムイメージを押すと挿した SD カードなどが選択可能となりこちらを選ぶと保存した画像が一覧となって表示されるのでこちらから好きな画像を選択することで壁紙に設定することができます。スマホで撮った写真なんかも SD カードに入れれば壁紙にすることができますね。一度壁紙に設定してしまえば SD カードや USB メモリーを抜いてもずっと自分の壁紙として設定したものが反映され続けますよ。またアカウントごとに個別に設定することができるので Xbox をご家族やカップルなどで共有して使っている方でしたらアカウントを切り替えるたびに壁紙も変わります。フォトモードがないゲームでも自由に写真撮影。Xbox にはプレイしている画面を拡大して表示できる拡大鏡という機能があります。設定のアクセシビリティの項目の中から拡大鏡を選択し拡大鏡オンにチェックを入れることで使うことができこの拡大鏡がオンになっているときはLT を押して画面をズームアウト RT を押してズームインが可能となります。またコントローラーの Xbox ボタンを長押ししてビューボタンを押すことで拡大鏡の機能のオンオフが可能です。画面を拡大して何をするのと思う方もいるかもしれませんがこの機能を用いることでフォトモードのないゲームでも自分で好きな部分を拡大してスクリーンショットや動画を撮ることが可能なんです。推しキャラをドアップにして細かい装飾まで見られるのはいいですよ。特に絵を描く時などにすごく役立ちますよね。私の PC キャプチャーボードがかなり古いのでこんな画質ですが4K テレビで拡大してみるとすごく綺麗に推しが見れます。スクショいっぱい撮る方や好きなキャラをじっくり鑑賞したい方におすすめの機能です。広報互換対応タイトルでも拡大して撮影が可能ですよ。私はテイルズ・オブ・アライズだとキヨハリム推し。Xbox One 以降のタイトルは一部を除きプレイ時間を表示することができます。こちらはご存知の方も多いと思いますが各種ゲームの公式クラブから進行状況を選び実績の下にある統計を選択することで自分のプレイ時間およびフレンドのプレイ時間もランキング形式で見ることができます。広報互換対応の初代 Xbox やXbox 360タイトルのプレイ時間は見られずまた1以降でも一部のタイトルは対応していませんが自分がどのゲームをどのくらい遊んでフレンドさんたちはどんなゲームをよく遊んでいるんだろうって見るには役に立ちますね。Xbox シリーズ X や Xbox One でパッケージ版の Xbox 360ソフトを東方互換でインストールし遊ぶ際複数枚ディスクが存在するゲームでもディスク1さえあればフルインストールし最後まで遊ぶことができます。
複数枚ディスク、つまり1つのゲームでディスク2枚組や3枚組のゲームのことですね。わかりやすいタイトルですと FF13 やロストオデッセイ、スターオーシャン4などで、これらはすべてディスク1だけあれば、もともと Xbox 360ではディスク2やディスク3で遊べた部分も遊べます。なぜこのような仕様になっているかというと、後方互換タイトルのディスクは認証ディスクとなっていて、ディスクからゲームデータをインストールするのではなく、サーバーから、つまりダウンロード版と同じ方式でインストールしています。なので、このディスクはデータを読み込むための存在ではなく、そのゲームを所有しているかどうかを認証しているという形になっています。ちなみに、その性質上、ゲーム中でディスクチェンジをする手間もなくなっています。スターオーシャン4はマップ切り替え前にディスクチェンジがあったので、その手間がなくなり、快適に遊べるようになっていますね。なお、このディスク1だけでフルインストールが可能なのは Xbox 360タイトルを Xbox シリーズ X と Xbox One で遊ぶ場合のみなので気をつけてください。Xbox 360本体で遊ぶときにはもちろん全ディスク必要ですし、Xbox One 以降のゲームでディスク2枚組のゲームはディスクにデータが収録されているので、ちゃんと2枚ともインストールする必要があります。フライトシミュレーターや出回ってる数が非常に少ない国内後期版の Gears of War 4、海外パッケージ版だと Tales of Arise や Red Dead Redemption 2などは2枚組ですね。Xbox では実績トラッカーを画面に表示させながらゲームを遊ぶことができます。Xbox でゲーム上の定められた目標を達成した時に獲得できる実績。これは設定でいつでもゲームプレイ中の画面内に表示することができます。Xbox ガイドバーから現在プレイ中のゲームの実績を開き、実績トラッカーをオンにすることで表示することができ、表示する実績の数と場所や透明度も変更が可能です。また狙っている実績をお気に入りに追加することでトラッカーの一番上に配置することができます。Xbox の実績は進捗がゲージとして目に見えて増えていくので、狙っている実績がある時にはこのトラッカーを使うと作業系のゲームなどの効率が良くなりますね。タイトルによっては進捗ゲージが増えないように設定されているゲームもあるので、その点は注意してね。Xbox のセールは常に行われている？ Xbox っていつもストアでゲームのセールしてないって思う方も多いと思いますが、その通り、常にセールは行われています。日本時間では毎週火曜日の朝9時にセールが始まり、次の火曜日の夜19時までとなっています。少しややこしいのですが、火曜日の朝9時から夜19時までの10時間の間は、新しい今週のセールと古い先週のセールが混ざって開催されている状態となっています。毎週火曜日の朝9時に全セールタイトルの確認を行い、だいたい9時15分から20分頃に私の Twitter の方で今週のセール情報をツイートしていますので、最新情報を追いたい方はぜひチェックしてみてくださいね。また、イレギュラーで P3 期間やブラックフライデー、年末年始などで別の大型セールが行われる時には、金曜日の日本時間早朝からセールが始まることが多いです。毎年恒例で非常に安い金額で様々なゲームがセールとなりますので、こちらが行われる際には動画でおすすめタイトルなどもご紹介できればと思っています。Xbox 360のゲームには実績を取得することでアバターアイテムをもらえるアバターアワードというご褒美があります。過去に Xbox 360を利用されていた方ならご存知かもしれませんが、
かつて自身のアバターを用いて遊べるキネクトセンサーが発売された2010年前後にリリースされたタイトルに多く採用されていて、今でも広報互換対応の一部タイトルでアバターは使用可能となっています。例えば、ヘイローリーチやヘイロー4でのご褒美は各種キャラのヘルメットだったり、ギアーズ・オブ・ウォー3では T シャツやマーカスのバンダナ、L4D2 では救急キット、スーパーミートボーイではミートくんなどがもらえます。Xbox シリーズ S やシリーズ X でアバターアワードを表示するには、対応した Xbox 360タイトルプレイ中にビューボタンとメニューボタンを同時押しし、Xbox 360のガイドを表示し、左側に移動すると確認ができます。また、取得したアバターアワードはアプリのアバターから選択し装備することができますよ。どれもかなり凝っていて可愛く、今から集めることも可能なので、実績取得のお供として狙ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回は Xbox シリーズ S やシリーズ X を使う上で知っておくと便利な小ネタをご紹介しました。こういった小ネタはまだまだあるので、またまとめてご紹介できればと思います。私のチャンネルでは Xbox 関連の動画を公開していきますので、よかったら高評価とチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。